リリーバ株式会社が2026年2月、慶應義塾大学病院の手術室で、外科特化型生成 AI サージカル VLM の実証に成功しました。胃がん手術の映像を入力として、解剖学的正確性 84.7% をはじめとする3つの指標すべてで目標水準の 80% を超え、医療教育現場の要求水準を満たすことを確認しました。若手外科医に向かって手術の手順を正確に日本語で解説できるレベルに AI が初めて達したということです。この実証の成功は日本にとって非常に重要な一歩になります。日本消化器外科学会に所属している65歳未満の医師は2025年の約15,200人から2040年には約9,200人へと 39% 減少すると厚労省の検討会で推計されています。手術の技術は先輩医師が隣に立ち口頭で教える暗黙知の塊。外科医が減ればその暗黙知を伝える人も減ります。知識だけでは賄えない技術継承の連鎖が静かに断ち切られようとしているのです。リリーバを創業した竹内代表は慶應義塾大学医学部の現役消化器外科医です。毎日メスを握りながら自分と同じ知識を持つ AI を長年かけて作り上げた。外科医が作らなければ外科医の思考プロセスを再現できない。この逆説がサージカル VLM という技術を生んだ原動力でした。なぜこれほどの技術を大手企業ではなく10名規模のスタートアップが日本で初めて実現できたのでしょうか。これまでの手術支援 AI を理解するために目的地までの経路を案内するカーナビを想像してください。今では当たり前となった右折してくださいと音声で経路を案内する機能。実は初期のカーナビに経路案内は搭載されておらず、現在地を地図上に一点で示すだけでした。位置を認識する機能と次の行動を提案する機能は全く別の難しさを持っていたのです。外科 AI も全く同じ壁に直面してきました。リリーバが2025年12月に薬事承認を取得した最初の製品、キノスラ。手術映像から反回神経をリアルタイムで検出、強調表示する、いわば目の AI でした。反回神経は喉の動きを支配する細い神経で、食道手術中に傷つければ声のかすれを残す危険があります。キノスラはこの危険な神経について左右平均 90% 前後の検出感度で術中の可視化に成功。非常に画期的な技術である反面、なぜこの神経に注意が必要か、次は何をすべきかを尋ねても答えは返ってきません。認識することと理解して言語化することは根本的に異なる能力なのです。サージカル VLM はこの壁を3つの能力の統合で突破しました。腕利きの指導医が新人外科医の隣に立ってつぶやく言葉を想像してください。この膜の向こうに動脈が走っている。今は血管の走行を確認してから慎重に剥離を進めてほしい。これは映像を見て手術の文脈を理解して日本語で話すという3つの能力が同時に動いて初めて生まれる言葉です。サージカル VLM の第1層は術中映像から解剖構造、手術進捗、危険部位を認識する視覚認識層。第2層は手術の流れを時系列で把握し、次に何をすべきかを推論する文脈推論層。そして第3層はその推論を日本語の専門的な説明文として出力する言語生成層です。この3層が一体となって初めて映像を見て状況を理解して医師に話しかける AI が生まれました。ここで重要なのが日本語という要素です。シンガポール、英国、中国の国際チームが開発したサージ VLM や米国ジョンズ・ホプキンス大学とスタンフォード大学が研究した GTVLS など外科向け VLM の国際研究は急速に進んでいます。問題はこれらが日本語の外科専門用語に対応していない設計であることです。
英語のモデルが日本語に翻訳して対応しようとすると、解剖学の表現は変わることがあります。胃の小安息、肝胃間膜、前庭部といった外科独自の日本語表現は、英語由来の翻訳では文脈が変質する。現状では、熟練した日本人専門医の監修による術中画像と状況説明文のペアデータで学習したサージカル VLM だけが日本の手術室で使える頭脳になれるのです。しかし、この壁を越えるためのデータと知識はどこから来たのでしょうか。20年以上にわたって外科 AI は目だけにとどまり続けてきました。その歴史を紐解くと、イリーバが突き破った壁の本当の厚さが見えてきます。なぜ誰も頭脳を作れなかったのでしょうか。外科支援 AI の研究は2000年代から画像認識の範囲で止まっていました。技術的な難しさに加え、別のところにも問題があったのです。手術中に AI が次はここを切れとアドバイスし、それに従った結果として患者に何かあれば責任の所在はどこに向かうのか。医師か AI か開発者か。この問いに医療規制当局が明確な答えを出せなかったため、推論・意思決定支援を行う AI はリスクが高いクラスの医療機器として厳格な規制対象となり、開発者が商業化を敬遠してきたのです。その一方で、外科医不足という問題も長年の懸念でした。人口減少が本格化し、医師の偏在が数値で可視化。厚労省の検討会が採用した試算によって、今の問題として発表されました。消化器外科医によって、2040年には2025年比で 39% も減少するという推計が出たとき、技術的課題と社会的危機が初めて一点に重なったのです。ですが、外科の現場を知るものでなければ、安全な AI を設計できない。規制と対話できる薬事実績がなければ、市場に出せない。資金以上に知識と信頼の蓄積が問われる問題です。リリーバの竹内代表は、慶應義塾大学医学部卒の現役外科医で、同大学の消化器外科学教室助教として、20点以上の学術論文を発表。6年以上かけた研究開発の過程で、慶應義塾大学病院との協力関係を築き、患者情報を含む手術映像の倫理審査、契約体制を整えました。外部企業が独立して取得することは難しいデータ収集基盤です。そして2025年7月には、経済産業省とネドが主導する生成 AI 開発力強化プロジェクト GENIAC の第3期に採択されました。外科手術支援のための知覚・言語統合型 AI 基盤モデルの開発として国家プロジェクトに認定されたことで VLM のスケーリングに必要な GPU 計算資源を確保。同年12月のキノスラ薬事承認という規制実績に続き、2026年2月の慶應義塾大学病院での実証が成功しました。技術が実用水準に達したこと、規制と対話できる実績があること、国家支援という追い風があること。この3つが揃ったことによって、ようやく事業化へのカウントダウンが始まったと言えます。では、この技術が手術室に普及したとき、医療の現場と産業の構図はどう変わるのでしょうか。サージカル VLM が手術室に入ることで、最初に起きる変化はシンプルです。深夜の緊急手術に入った若手外科医が、ロボット支援手術装置の映像に向かってこの血管、どのくらい距離を取れば安全ですかと問いかけると、サージカル VLM はリアルタイムに解剖学的な根拠付きで答える。指導医が常に隣にいなくても、AI は言語化された外科知識を24時間提供できる。人から人へしか伝えられなかった暗黙知がデータとして繰り返し参照できる形になるのです。リリーバ自身は提供している病院から継続課金ライセンスとして収益を得ると見込まれますが、他の企業はどのように恩恵を受けるのでしょうか。内視鏡、撮像装置を供給するオリンパスは
サージカル VLM の学習データ源となる手術映像プラットフォームの需要増を取り込む立場にあります。オリンパスは消化器内視鏡で世界シェア約 70% を持ち、すでに国立がん研究センターなどと手術支援 AI 開発を進めています。外科 AI 市場の拡大は、その波動や基盤への投資意欲を引き上げるでしょう。病院システムのインフラを支える NTT データグループも、サージカル VLM の院内導入に必要なクラウドネットワーク基盤の提供者として恩恵を受ける立場にあります。医療 DX 市場は2035年に国内だけで 1.3 兆円規模になるという見通しもあり、大手 IT インフラ企業にとって外科 AI 普及は収益拡大の入り口になります。全国の病院では手術需要は高い水準にある一方、指導医の確保は困難になっています。サージカル VLM が若手外科医の習熟速度を上げれば、施設あたりの実施可能な手術件数が増え、病院経営に直結するでしょう。社会全体のスケールで見ると、経済的変化の根はさらに深いところに伸びています。外科医不足が続けば、地方の病院から消化器外科手術の機能が失われ、患者は都市部の大病院へ移動せざるを得なくなります。その交通費、入院費、家族の負担増を社会コストと見れば、外科 AI による地方での手術継続は医療費の抑制にもつながる。政府がリリーバーを国家プロジェクトとして支援した背景には、この社会コスト削減という計算があります。単なる技術産業への補助ではなく、医療崩壊コストの先払いとして位置づけることができるのです。国際的な視点では、日本の薬機法が事実上の参入障壁として機能しています。国際チームのサージ VLM やイスラエル創業の米国企業シアター、米国のアクティブサージカルなどのグローバルプレイヤーがリリーバに追いつくには、薬機法対応という時間とコストのかかるプロセスが必要です。日本も専門データと薬事実績という二重の堀を持つリリーバの国内先行者優位はしばらく継続するでしょう。複数の市場調査機関による2025年の外科 AI 市場推計は市場定義によって異なりますが、74億から125億ドルとも報告されています。リリーバがこの市場の日本語圏を抑えることの意味は小さくありません。しかし、この連鎖が実現するためには超えるべき壁もあります。サージカル VLM の意思決定支援機能は、機能すらよりも高いクラスの医療機器として規制される可能性があり、薬事承認には追加の臨床エビデンスが求められます。外科医が頭脳 AI の判断をどこまで信頼できるか、その間違った回答の生成を医療現場で許容できる水準まで制御できるか、技術と規制の対話はまだ続いています。最後に、今日の重要なポイントを3つに整理します。1つ目は、認識するだけの AI から文脈を理解して言語で提案する AI への飛躍。人間の指導医ではなく、AI の手術中のアドバイスを行う時代になろうとしています。2つ目は、現役外科医でなければ作れなかったという参入障壁の厚さ。臨床データ、薬事承認実績、専門知識という三重の壁が大手企業でも海外勢でも簡単に越えられない構造を作り出しています。3つ目は、外科医不足という社会問題が AI 産業化の確かな燃料になったことです。2040年に 39% 減という推計が正しいならば、サージカル VLM は医療技術ではなく社会インフラとして活躍することになります。皆さんは外科医が減り続ける未来において AI が指導医の代わりに手術の知識を伝える存在になることをどう感じますか？安心できる、信頼できない、日本の医療が変わるきっかけになるなど、皆さんの考えをぜひコメント欄で聞かせてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。